こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。30代、小よりさんからの質問です。斉藤直樹先生、こんばんは。いつも素敵なイラストと動画をありがとうございます。私は幼少期からアラサーになるまでずっと本音で人と会話できない人間で、ずっと絵に逃げ続けてきました。絵を描いている時だけが幸せで、それ以外は苦しみしかなかったです。そのおかげで今は絵を描いてお金をいただき、生活できるほどになりました。私の救いは絵しかないという気持ちによって、ここまでの技術になったんだと思います。ですが最近、人と本音で話せるようになりました。絵しか救いがなかったのに、他にもたくさん楽しいことや救われることがあることに気づきました。絵だけが救いだと思っていたのに、そうではないことに気づき、私が私でなくなるような感覚が少し怖いです。小学校高学年からデジタルでイラストを描き始めて20年になりますが、こんなことを思ったことがないので悩んでいます。私は今後、絵とどう向き合ったらいいのでしょうか？とのことです。はい、小よりさんご質問ありがとうございます。小さい頃から今までずっと人と本音で会話ができずに、絵に全てを注ぎ込んできて、そして今、絵で生活できるほどに修練してきたと。で、そんな小よりさんなんですが、ここに来て、今ですね、人と本音で話せるようになっちゃって、で、それ自体はいいことなんですが、絵を描く動機が、最初は人と本音で話せなかったからなのに、でもね、今人と本音で話せるようになっちゃったと。そんな今、絵を描く動機がなくなっちゃったような気がして、少しね、怖くなってしまったっていうことなんですね。ちょっとわかるような気がします。僕はね、元々の性格が小よりさんとは違うので、全く同じように感じてきたわけではないと思うんですが、小よりさんの変化にはね、自分の経験にも照らし合わせて思うところがあるので、あくまでね、僕の経験から言えることになってしまうと思うんですが、お答えしてみたいと思います。絵は自分の形をはっきりさせるもの。ちょっとこれはですね、僕の感覚的なことなので、うまく言えるかはわからないんですが、小さい頃ってですね、言葉をうまく使えないことって多いと思うんですよ。少なくとも僕はそうでした。ですね、言葉をうまく使えないっていうのは、別にですね、言葉を知らないっていうわけじゃないんですよ。ありがとう。おはよう。こんにちは。こんばんは。さようなら。挨拶はね、当然できますし、それ以外にも複雑な言葉も知っている。虚無とか、漆黒とか、赤眼とか、阿鼻共感とかね。なんで中二っぽいんだろう、全部。いいや。だから語彙が足りないっていうわけじゃないんですが、人との会話になると、その場に必要な言葉がうまく出てこずに、自分が意図したのとは違った反応を相手にさせてしまう。で、自分が思ったような反応じゃなかったことに少しびっくりしてしまって、あれ？私今、変なこと言ったってね、不安になってしまうことって結構あると思うんです。僕もね、そういうことよくありました。で、これが一度なら、耐えられるんですが、何度か同じようなことが続いてしまうと、私ってコミュニケーション能力が低いんだ。私が言葉を発するたびに、誰かを不愉快にさせてしまっているような気がする。話すのが怖いってね、誰かと言葉を交わすのが怖くなっちゃうことってあると思うんです。小よりさんがね、本音で人と話せないっておっしゃった真意はわからないんですが、僕がね、特に10代の頃は、こういった理由で人と話すのがちょっと怖いなって思ったことは、ありました。こっちはね、好意的な言葉を投げかけているはずなのに、逆にね、相手を怒らせちゃったり、あるいは悲しませちゃったりすることがたびたびありましたし、あるいはね、そこまでわかりやすい反応じゃなくて、変な違和感というか、これめっちゃ面白いですよねって言って、100% 共感してくれると思ったはずなのに、そうですね。みたいな。苦笑いが返ってくるみたいな。僕的には、そういう方が、ちょっと心に刺さったような記憶があります。で、そういうことが続いた結果、だんだんと絵を描くことにのみ、のめり込んでいくような、そういうパターンってあると思います。でですね、それは他人から見たら、絵に逃避している、絵に逃げ込んでいるように捉えられるかもしれませんが、僕が思うに、本人的にはちょっとだけそれは違うと思うんですよね。確かに、逃避の面はあるんだけど、逃避だけじゃないっていう気がします。さっきね、10代の頃には僕もよくあったって言ったんですが、正確に言えばね、僕が絵をよく描くようになっていったのは、おそらく幼稚園の頃からだったと思います。そしてまさにね、僕は思い返すと、友達との会話にすれ違いがあった時に、特に絵をたくさん描いていたように思います。幼稚園の頃はね、僕は本当に口下手というか、もしかしたらね、幼稚園の頃は誰でもそうなのかもしれませんが、自分の考えをうまく言葉にして発することができませんでした。僕はね、幼稚園バスに
乗って通園していたんですが、その同じバスにね、乗ってくる大輔くんっていう仲良しの友達がいて、で、僕はいつもね、その大輔くんと隣の席に座っておしゃべりしたいって思ってました。でもね、そのバスには、ちょっとね、名前は覚えてないんですけど、僕のイメージ的にはジャイアンとスネ夫みたいな、なんかそういう強い二人が乗っていて、そのジャイアンとスネ夫に、いつもね、その大輔くんを連れて行かれちゃうんですよ、引っ張って。おい、直樹じゃなくて、俺たちと遊ぼうぜ、俺たちと話そうぜ、みたいに。で、なんかね、その度に、僕はね、自分が言いたいことを言えずに自信を喪失してですね、で、もう幼稚園に着いたら、その穴を埋めるようにすぐに絵を描き始めた。みたいなね、そういう記憶があります。当時はね、絵というよりかは、どちらかというと迷路を描いたり、あとはその時ハマっていたスーパーマリオのオリジナルステージをノートに書いていたような記憶があります。で、そういった自分の空想を絵に描き起こすことで、ほら、俺は自分の考えを絵にちゃんと書き起こすことができる。言葉だとなんかうまく声にして発することができないんだけど、絵だったら思い通りに自分の世界を構築することができるぞってね、はっきりとね、その時に自覚してそうやっていたわけではないんですが、今思えば自信を取り戻すための行為だったような気がします。それは多分ですね、他人との関わり合いの中で曖昧になってしまった自分の形をはっきりさせるためのものだったようにも思うんです。小よりさんにとってね、全く同じじゃないかもしれませんが、多分ね、完全に逃避というよりかは、そういった側面もあったのではないかと僕は想像します。絵は自分と誰かを繋いでくれるもの。で、ここまではね、絵を通じて自分の形をはっきりさせること、自信を取り戻すことについての側面を語ってきたんですが、もう一つ、僕が絵を描くことで得られたことがあります。それが他人とのコミュニケーションです。絵を描けたから他人と円滑にコミュニケーションを図れるようになった。逆に言えば、僕は絵がなければ人とまともに心のやりとりができるようにはならなかったなと思うんですよね。別に絵を描いせなくてもコミュニケーションってできるじゃんっていうか、言葉の方がコミュニケーションってうまくいくはずなんじゃないのって思った人もいるかもしれませんが、いえいえ、そんなことはありません。確かにね、何か具体的な要件や用事を伝えるのは言葉の方がいいんですが、さっきも言ったように心に触れる会話というか、共感を得ることとか、あとは楽しいやりとりみたいなことを言葉を通じてうまく表現できないことに挫折感を感じている人って意外と多いと思うんですよ。で、そういうことに挫折感を感じている人にとっては、むしろ絵の方がそういった共感のコミュニケーションって結構ね、うまくいく場合って多いと思うんですよね。例えばですね、皆さん、会話の中でですね、急に君のおすすめ漫画教えてって言葉で言われて、うまくですね、即興で自分のおすすめ漫画のおすすめポイント、人に伝えて共感を得る自信ってありますか？そういう場面でね、幾度となく、ちょっとした挫折感を感じてしまった人って意外と多いんじゃないでしょうか。人によってはね、もちろんうまく話せる人もいると思うんですが、多くの場合は、なんかね、うまく言葉が出てこなくて、自分でもよくわからないような説明をしてしまって、で、後になってね、俺なんであの時あんなこと言っちゃったんだろうってね、自分が抱えている熱量が相手に伝わらなかったことに、身もだえしてしまうことって結構あると思うんです。いや、むしろ熱量があるからこそ、それが空回りしてしまって、ちょっと恥ずかしい思いをしてしまうことってありますよね。でもね、絵を描いたコミュニケーションってどうでしょう？もちろんね、その場でささっと絵を描くことは難しいので、言葉のようにタイムリーにコミュニケーションを図るっていう自由さはないんですが、たまたまね、絵を描いていたら、なんか描いてる！このキャラ俺も好きなんだよ。あの漫画こういうところ面白いよな。あのシーンめっちゃ熱かったよな。って、絵を返すと、そういう噛み合った会話に発展しやすいと思うんですね。もちろんそれを言葉でうまくできる人もいるんですが、それができない人にとって、絵は自分と他人とうまく繋いでくれるコミュニケーション手段になっていると僕は思うんです。僕がね、絵にハマっていった理由は、まさにそういった自分がいいと思っていることを他人にも自分が思っているように伝えやすいこと、共感を呼びやすいコミュニケーションができることがきっかけだったと思います。これはですね、僕の想像ですが、小よりさんは今僕が言ってきたような絵を通して自分自身の形をはっきりさせて、そして自信を取り戻すこと、そしてその自信を土台にして絵を通じたコミュニケーションを他人と図ってきたこと、そしてそれを続けていたら絵で仕事まで得ることができて、社会に自分が必要とされていることを身をもって実感できて、そしてさらに自分自身に自信が持てるようになってきたこと、それをね、着実に積み重ねてきて、そして今絵を介さずとも言葉によって人と感情のやり取りをできるようになってきたんだと思います。もうそれはね、人としてものすごく成長できたっていうことなんじゃないでしょうか。悲観する理由は1ミリもないように思います。絵は誰かを助けることもできるもの。
ただね、ここで小よりさんは恐怖感を感じているってことなんですね。今まで自分を育ててきてくれた絵なんだけど、なんかもうその役割を終えようとしているような気がする。今までは他人と本音で会話ができない。心のやり取りができないから、そのフラストレーションを絵にぶつけていたはずなのに、今や自分が成長してしまって、本音のやり取りを言葉を介して他人と交わせるようになってしまった。じゃあ、もう絵描く必要なくないって。はい。そうですね。あえてここでははっきり言っちゃいますが、僕は小よりさんにとっての絵の役割は一旦終わったんだと小よりさんの話を聞いていて思いました。他人とのコミュニケーションが図れなくて、絵に逃げ込んでそこで自信を取り戻さなきゃいけない弱々しい小よりさんはもういませんし、他人と心を通わすために言葉ではそれがうまくできないから絵に頼らなければいけない言葉足らずの小よりさんももういません。だから自分自身を成長させるための絵の役割というのは小よりさんの中ではもう完全に果たされてしまって終わってしまったっていうのは、これはねもう間違いない事実だと思います。それを自分でもはっきりと感じているから、今までの自分じゃなくなるような感じがしてちょっとね恐怖感を感じているんだと思うんです。でもね、僕は思います。そんなステップを踏んできた小よりさんだからこそ進める次のステップがあると思うんです。それはですね、自分ではなく他人を表現してあげるってことです。世の中にはですね、こういうことを表現したい、こんな熱い思いがある、でも自分は言葉足らずだからそれをうまく表現ができない、絵も下手くそだからそれを形にもできないっていう熱意だけ溢れている方いっぱいいらっしゃいます。いっぱいいるっていうか、冷静に見渡してみるとそんな人ばっかりですね。そこで小よりさんの出番なんです。小よりさんがですね、そういう方の代弁者になってあげてくださいよ。だってね、小よりさんは全部知ってます。他人に言葉じゃうまく伝えられない人の気持ち、そしてその人がどんな熱い思いを持っているのか、さらにはそれが伝わった時にどれだけ救われた気持ちになるのか、小よりさんは身をもって体験してきたじゃないですか。それなら今そういう悩みを抱えている人の代弁者になれるのは小よりさんしかいないと思います。それにね、たくさんの人に思いが伝われば、もしかしたらそこに大きな市場が生まれて新しい仕事も生まれるかもしれませんよね。小よりさんの絵は実際に誰かを助けることができると思うんです。実際ね、小よりさんは絵でお仕事を今されていて生活できるまでになっているということですから、もしかしたら無自覚なのかもしれませんが、次のステップにはね、図らずも進んでいるんだと思うんです。小よりさんにとっては絵の役割は一旦終えてしまいました。それはもしかしたらご自身にとっては寂しいことかもしれませんが、ご自身がご自身の絵によってそこまで成長できたんですから、小よりさんの絵は小よりさん自身だけではなく誰かを救うことができるパワーに満ちていると僕は思います。ぜひそのパワーを誰かのために使ってみてください。きっとそこに小よりさんにとって次に向き合うべき絵の形がそこにあるんじゃないかと僕は思います。頑張ってください。応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？絵ってね、結構自信と密接に関わっている部分があって、そこが難しかったりしますよね。小よりさんのように絵によって自信を取り戻せる人もいれば、人によってはね、絵を描いて逆に自信を喪失してしまう人もいると思います。そんな方はこちらの動画、自信の正体、俺はいつでも〇〇できると思うことが重要ですをご覧ください。自信をなくしてしまう瞬間はいろいろありますが、この考え方を起点にすれば、まあ何でも乗り越えられるんじゃないっていう考え方を紹介しています。興味がある方はぜひこちらもチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。